はい、皆さんこんにちは。石野果歩です。今回は筆を買い替えるタイミングというテーマでお話をさせていただきます。先日初心者の方から筆っていつ買い替えるといいんでしょうかっていう質問がありました。確かにリップクリームとかだったらどんどん減っていくんで、もうなくなった、使えなくなったわ、買い替えようじゃないですか。でも筆って一応は毛ずっと残ってるし、ずっと同じ長さキープされてるわけですよね。なので初心者のうちっていつ買い替えるのかってすごく大きな悩みだと思うんですよ。前よりゴワゴワしてきた気がするとか、前よりなんか書きにくくなった気がするとか、でもまだいけるっしょで買い替えない方が多いんですよね。だけれども意外と筆って買い替えた途端にめっちゃ書くの楽しくなったりとか、すごく上手に書けるようになったりとかもするんで、今変えた方がいいかもしれないんですよ。なので今回は私の経験上、今まで20年以上書道やってきたんですけど、私はこういうタイミングで筆を変えるとすごく良かったなって思うポイントいくつかあるんで、それを紹介させていただければなというふうに思っています。今から筆を買い替えるタイミングを解説させていただくにあたって、皆さんに念のため最初にお伝えしておきたいのは、筆の寿命っていうのは実は筆に使われているこの毛の原料だったりとか、その筆の価格ってあるじゃないですか。とか、皆さんが書く使用頻度、大きくこの3つに左右されます。一般的に大筆とか中筆ぐらいだったら、半年から1年持ちますよって言われてたりしますけれども、それも全部価格、原料、皆さんの書く頻度、これによって全然変わってくるよっていうのが説明する前にお伝えしておきたいことです。あと小筆なんかで言うと、大筆よりはちょっとすり減るのが早いんで、寿命ちょっと短いかなと、3ヶ月ぐらい持つといいかなって伝えてるんですけど、これも全部原料、価格、みんなが書く頻度によって縮んだり伸びたりしていきます。ですので今日は筆の寿命とかそういう期間でお話しするのではなくって、皆さんがこういう風に感じた時が買い替えのタイミングですよっていう目線でお話しさせていただければなという風に思います。筆を買い替えるタイミング1つ目は、起筆でバネが効くかどうかです。これどういうことかというと、例えば1を書こうとするとき、楷書でいきますね。楷書の1を書こうとしたときに、最初、筆を落とした瞬間、これ起筆なんですけれども、この時に、下敷きから押し返されるような反発を感じることができるかどうか。これが最大のポイントになってきます。初心者の方の皆さんが思われるほとんどが、多分楷書とか行書とか書くときに書きづらくなってきたから筆買い替えようかなっていうことだと思うんですけれども、行書でも楷書でも一番大事なのってこの起筆なんですよね。起筆で上手にバネを作ることができる。これができると、その線はスイスイと楽しく引けるんですけれども、筆の寿命を迎えていて、筆がスポンジのようになってきてしまっている。ゴワゴワしている。まるで髪の毛ブリッジ3回ぐらいした時のキッシキシの感じわかります？髪が傷んでる時の感じっていうのが、ここに現れ始めると、このバネっていうのを作ろうとしても、うまく下敷きからこう跳ね返ってくるような弾力、反発を感じ取ることができません。そうなってくると、筆を送ろうとした時にも、気持ちよくスイスイ筆が運べなくなってくるんで、あれなんか書きにくくなったかもとか、最初書きやすかったはずなのにどうしちゃったんだこの筆。書いてても楽しくないし、練習もはかどらないっていうスランプ状態みたいに陥りやすいんですよね。なのでまずチェックしてほしいのは、起筆で意図的にこうバネを作った時にちゃんと下敷きから押し返される力を感じるかどうかです。この時の毛の状態もよく目視で確認してあげてください。まるで生きてるようにぴょんぴょん弾んでくれたら大丈夫なんですけど、ダメになった筆ってこれができないんですよ。ここの弾力は作れるけど、押し返しもちゃんとできるけど、その後跳ね返ってこないから進めないわけです。自分の力で進めるしかないっていう風になってくる。だから書いてて気持ちよくないし楽しくない、乗らないっていう風に繋がってくる。あれ最近楽しくないかもとか、書くの辛くなってきたって思ったら、起筆でこれ確かめてみてください。で、反発効かなくなってたりとかしたら、もう今が買い替えのタイミングです。筆を買い替えるタイミング2つ目は、抽出まで力が保てるかどうかです。皆さんが筆買い替えようかなって思うの、多分楷書とか行書とか書いてて、今まで思ったような線出せてたのに、思うような線が出せなくなってきたっていう時だと思うんですよ。で、主にそれが現れやすいところっていうのが、
例えばこういう左払いだとか、綺麗にまとめ上げていかなきゃいけない部分、だんだん細くして。右払いとかもそうですよね。だんだん太くして、だんだん細くするみたいな、若干テクニックが必要そうな線ってあるじゃないですか。で、最後こうやって、だんだん細く、穂先が綺麗にまとまっていってくれるっていうのができなくなったら、おそらく筆を買い替えるタイミングです。新しい新品の筆だったら確実にこれできるんですよ。マジで。しっかりと命毛も存在するし、周りの衣毛もすり減ることなく綺麗に囲まれてる状態。なので、左払いまとまりません。右払いまとまりませんっていうことがほぼありえません。もちろん場合によってはそういう風に作られてなくって、わざわざ硬い毛だけで作られて先がスパッと揃っているような、そういう性質を出すための筆とかも存在するんで、そういうのは除いてですよ。基本的に一般に販売されている筆っていうのは、命毛もちゃんとうまく入ってるし、周りを囲む毛の状態もめっちゃ綺麗にやってくれてますから、できないってことがありえない。今新しいんで、綺麗にある程度まとまっちゃいますけど、バサバサってなって全然最後綺麗にまとめられなくなってきました。筆使いとか先生に教えてもらった通りにやってるのに、鯉のぼりの尻尾みたいになるとか、っていうことだと絶対まずい。もしかしたら筆の管理とかもあるかもしれない。いっぱい洗い方とか工夫してますよってなっても全然割れますってなったら、もうほぼそれ筆の寿命です。なので、左払い、右払いで毛先綺麗にこうすぼめていく、まとめ上げることできなくなったら、だいたい筆の買い替え時かなというふうに思います。筆を買い替えるタイミング3つ目は、筆の開閉ができるかどうかです。筆って最初こう墨つけた時こうやって閉じてるじゃないですか。その状態が開いたり、毛先がこうバラバラになったり、今みたいに閉じたりとかする。この繰り返しの動作ができるかどうかっていうのが大きなポイントになります。傷んでない筆だったら、この筆の開閉の動作っていうのが、余裕でできるんですよね。例えばこういう線とかって細くなったり太くなったりした後またこう毛先をまとめ上げていくっていう筆の開閉を使った線だったりするんです。こういう線とかも言ったら細くなって太くなってとかっていう風に繰り返すので、こういう細いところでは筆がこうまとまって閉じている状態で、こうだんだん強くしていく時には筆が開いていくわけです。アップでお見せしますね。こう閉じて、で、こう、毛先がバラバラになっていくの分かります？これが筆が開いた状態。で、傷んでると、この後、筆開いた後に次まとまりません。例えばこうやって跳ねた時に、傷んでなかったらこうやってまた綺麗に毛先を絞っていくことができるんですけれども、傷んでた時っていうのは、開いた状態から元に戻る動作ができないんですね。なので、この時開いた直後に、この羽が綺麗にまとめられなくなったその時が筆を買い替えるタイミングです。細くなって、太くなって、はい、毛開きました。開いて、こう持ち上げる動作をした時、今綺麗にまとまりました。じゃあ私の筆大丈夫。でも、例えばこうやってマックスに開いて、その後、こんな感じ。全然まとまらないんですけど、みたいな。で、これとかになったらもう完全に買い替えてください。もうその筆終わってます。毛の弾力とかもすでになくなってしまっていて、毛の性能を失ってます。筆としての役割をもう果たしきりました。皆さんの練習に大いに役立ってくれたんで、もうこれは買い替えてあげてください。で、今なんで傷んでる毛使ってないのにこうやって開きっぱなしになったかっていうと、筆の大きさによって適切な字の大きさっていうのがあります。例えばこの加水っていう中筆の筆だったら、このぐらいのサイズ感で練習してあげると確実にまとまるし、この筆に合った練習の大きさなんですよね。皆さんも自分の今使ってる筆に合った字の大きさで必ず書いてください。そうじゃないと、こんな短い毛なのに、こんな大きく書いて確かめたら絶対まとまりませんので、最初の起筆の時から。もう腹とか、言ったら腰の方まで使うことになってますから、このあたりで。それは筆の性能を活かさずに書いてるのと一緒なんで、それでは筆の寿命は測れません。傷んでるかどうかも測れません。真ん中以上は絶対使わない。筆の3分の1を使った大きさで確かめる。で、まとまったら OK だし、適切な大きさで書いてるのに、バサバサバサ全然まとまらないってやったら買い替えてください。大きい感じでもうバーンって書かれて、だったら全部多分失敗すると思うんですよ。いい筆でも。なのでそこの部分だけは本当に注意点ですね。適切な大きさで書きましょう。筆の3分の1の量を使って。この3分の1ですよ。キーワードは。
はい、ということで今回は筆を買い替えるタイミングについてお話しさせていただきました。結論、筆を買い替えるタイミングってほんと人それぞれでいいと思うんですよ。ボソボソっとしてきたなって感じてもまだ書けるし、書いてるっていう方もたくさんいますし、新品じゃないと気が済まないっていう方はもう1ヶ月に1回とかのペースで買い替えてる方もたくさんいらっしゃいますしね。楽しく書けなくなってきたから買い替えよう。もともとは書きやすかった筆なのに書きにくくなってきたから買い替えよう。こんな感じでいいと思うんですよね。今日お伝えした3つもそうなんですけど、技術あっての話ですよね。もちろん左払いと右払いもともと書けない方が、いやこれ今日全然うまくいかないから筆のせいだってなるのはちょっと違うので、もともとうまく綺麗にまとめ上げられる技術がある方が筆の消耗によって書けなくなってきたっていう時が筆を買い替えるタイミングだし、筆が原因なんじゃないかなって疑ってみてもいいと思います。筆を買い替えるってなってもどんな筆がいいのかわからないという方は、私の書道用品店というオンラインショップ運営してますので、そちらの方から筆を買い求めていただくことも可能です。今日使った加水という筆や私がおすすめする精神という筆も販売しておりますので、ぜひ興味のある方は覗いてみてください。小筆などの販売もたくさんの種類用意してますので、もしよければ試してみてください。今回の動画いいと思っていただけた方はぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。